こんにちは、たかしです。本日は7月23日土曜日、週末ですので、来週25日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは週足からです。現在週足はエリオット波動をイメージしておりまして、1、2、3、4、5。ここ全体が4波なんですが、今5波がここで終わったのか、それとも今5波の途中なのかというのをイメージしております。今ただここでダブルトップのようにも見えてますよね。ここ週足単位でこちらと、今ちょうどここから下落するのかっていうところに今いますので、ここでのダブルトップになってくると、このエリオット波動完成からの大きな下落につながっていくと考えます。ただ現在はまだ何とも言えないんですが、しばらくは下落しそうですが、このエリオット波動がまだ終わったと考えるのはちょっと早いのかなとは見ております。もしエリオット波動が完成してそこから修正波に入ってくると考えると、下落のターゲットはこの辺ですね。この黄色のライン。これがこのエリオット波動の安値から高値に引いたフィボナッチリトレースメントの 38.2%、151.639 なんですが、だいたいこの辺ぐらいまでは一旦下落してくると考えられます。ただ今現在では一旦はここの赤のボックスですね。これが5月の安値と、最近の高値ですね。そこを結んだ赤のボックスになってますが、ここ3点つけてますので、一旦この中で動くのかなと見ております。で、そのダブルトップのネックラインがここになってます。155.589 ですね。で、今、この赤のボックスの加減が 155.589 ですので、一旦はその辺付近までの下落を考えておきたいところ。ただ、その前にここにトレンドラインを引いてますので、このトレンドライン付近で一旦下げ止まるのかなっていう感じもしますが、現在は GMMA は上向きですので、上昇トレンド中。現時点ではまだ上昇トレンド中ですが、一旦ここでトレンド転換が起こるのかなという、そんな感じにも見えてきます。ストキャスティクス MACD は弱い状態ですね。ストキャスティクス過去のこのデッドクロスを見てますと比較的大きく下落してるんですよ。ここの下落っていうのがここですね。そしてここの下落がここです。ここからここまで1000ピプス以上ですね。このボックスの上限から下限まで1000ピプス以上下げてますので、今ここから下限まで下げてくるとなるとまだまだ下げる余地がありますので、ストキャスティクスもう少し下、この辺ぐらいまでは下落の余地がありますので、そこまでは下げていくのかなというふうに考えてます。MACD は方向感がないとも取れるんですが、今デッドクロスはしてきてますので、やはりここから上昇は少し難しいなと。で、今週は上髭陰線でして、今まで何度もこう下髭とか上髭とか出してますので、結果的にはこの辺でのレンジなんですよね。ここ、1、2ヶ月っていうのはここでのレンジになってますので、その辺での推移にも見えますが、最終的には 155.5 ぐらいを目指して下落する可能性があるというところは念頭に入れておいた方がいいと思います。では、日足です。日足は高値を切り下げてきてます。安値はかろうじて切り上げているんですが、この高値の切り下げの、度合いが結構ひどいですよね。そしてここ三角持ち合いを現在描いてまして、で、昨日の動画では三角持ち合いの加減を目指してくるのかなみたいなことを話してたんですが、結果的に今ちょうど加減まで来ております。昨日金曜日の下げがかなり大きかったですね。で、今ここから反発してこれるのか、それともここを下抜けるのかっていうところですが、今このインジケーター見てますと、ここからの反発は難しそうですね。ストキャスティクスこちらもデッドクロスでの下落中。で、過去のこの下落を見てますと、ここでの下落、ここでの下落なんですね。ここで800ピプスぐらい、ここで700ピプスぐらい下げてますので、今ここから下げてくるとまだまだ下げる余地があると考えます。日足もストキャスティクスまだ、安値圏までは距離がありますので、この辺ぐらいまで下げてくると考えますと、やはり来週も続落の可能性が高いなと考えます。で、今はこの水色の三角持ち合いなんですが、もう一つ下、このオレンジの方ですね。これがここの点を結んでるんですが、この辺の大きな三角持ち合いの方に移行する可能性もありますので、下落してくると次はオレンジのこのラインですね。ここまで下げてくる可能性。で、そのオレンジのラインを割ってくると、先ほどこれ、週足で言ってましたこの赤のボックスですね。この辺の加減を目指してくるのかなと。今、日足ではこの白のボックスを描いてます。この白のボックス加減っていうのが160円ぐらいなので、一旦はそこを目指して下落してくるんじゃないかと考えてます。そして週明けですね、三角持ち合いのこの加減を下抜けてきても一回戻しを待ってからの下落を狙っていくのがいいですね。ここもそうですけれども、日足単位が結局下髭になってるんですね。ただ4時間足とかでは明確に下抜けてるんですが、結果的に1日終わってみると中に戻されていたということが考えられますので、今三角持ち合いここ週明け抜けてきても一旦しっかり明確に抜けるのを待って、その戻しを待ってからの下落を取っていくのがいいです。
では4時間足です。先ほど日足の三角持ち合いがここですね。この今下限付近にあります。昨日の動画でお話ししていたのがこの緑丸、そしてその一段下、この辺付近が次反発してくるんじゃないのかなと、この辺ぐらいまでは下げてくる余地があるなということを話してました。結果的には今それを下抜けてきてますので、かなり下落の勢いが強いのがわかります。で、その反発しそうなゾーンっていうのが、このフィボナッチリトレースメント2種類引いてるんですね。この安値 160.381 というところと 161.827、ここの視点から 166.252 というところにそれぞれ引いてるんですが、その長い方のフィボナッチリトレースメントと短い方のフィボナッチリトレースメントのラインの重なるあたりっていうのが比較的反発しやすいところなんです。ですのでこの緑丸とそのもう一段下ぐらいのゾーンっていうのは比較的反発しやすいところだったんですが、昨日ドル円の下げもかなり強かったので、今はそこをスルスルと抜けてきて三角持ち合い下限に来ております。若干この、抜けているんですが、過去にも抜けてて、で結局戻されたりしてますので、今ここから抜けたからといってこのまま下落についていくのは一旦危険かなと。そして今このオレンジのトレンドラインのところまで下がってきてますので、週明け一旦反発するのかなというふうには見てます。そしてドル円も今反発しそうなポイントまで下げてきておりますので、今は一旦週明け反発を待ってからの下落を見ていきたいところですね。で、ドル円に関しましてはブログでも画像を載せておりますし、またツイッターでもチャート画面をスクショして載せてますので、よかったらツイッターのフォローもしていただけると嬉しいです。で、ちょっといらないラインを少しも消しておきます。はい。フィボナッチリトレースメントは1種類に絞りました。この一番安いところからこの高いところに引いたものの、現在は 50% のところにあります。で、ちょうどこの上昇に対する半値戻しになりますので、ここは反発しやすいポイントとなっております。もう一段下げても 61.8%、この赤いラインですね。162円のミドルぐらい、この辺も反発しやすいポイントになってるんですが、今は一旦このオレンジのラインですね。このライン付近にも来てますし、この日足の三角持ち合い加減というところで週明け一旦の反発を期待したいところ。ただ、インジケーターはかなり弱いですね。ストキャスティクスは安値圏に来てますので、反発してもおかしくないところではあるんですが、マクディのこの下落モメンタムがかなり強いですので、反発してきてもまた再び下落というのが想定されます。もしくはここで上げ渋って横横という感じでしょうか。週明けは一旦反発を期待しつつ、その反発が弱いようですとそこからの下落。ただここからどんどん上昇して戻していくっていうイメージは今のところありません。このマクディを見ていても、この弱さではここから上昇していくエネルギーはありませんので、一旦このマクディの下落モメンタムが弱まってくる。こんな感じですよね。今この過去の見ていただいたらわかるんですが、濃いグレーから薄いグレーに変わるんですね。で、これがモメンタムが弱まっている証拠なんですが、この今下向きのモメンタムが、少し弱まってくる、落ち着いてくると、この濃いグレーから薄いグレーに変わってきますので、その辺が増えてくると一旦の反発をするんでしょうけれども、週明け月曜日すぐに反発というよりは、一旦徐々に月曜日1日かけてじりじりと戻してくる、そんな印象ですね。ただ日足週足ともにインジケーターはかなり弱いですので、基本的にはここ、この水色の平行チャンネルを下抜けるんだろうとは考えておりますので、次のターゲットはこの辺付近ですね。その前に一旦ここかな。162円ぐらい、そして160円ぐらいというところで、ここが白のボックスの下限になりますので、この辺を目指して下落。そしてここにオレンジのラインがありますが、これが、日足とかで見てました、このトレンドラインですね。その辺ぐらいを目指して下落してくるのかなと。そしてこの次はオレンジのラインと、この水色のラインの上限ですね。ここに挟まれた三角持ち合いの中で動くのかなという、そんな大きなイメージを持ってます。では1時間足です。1時間足ここで3尊のような形を作ってからの下落になってます。そしてここですね、GMMA に綺麗に反応して下落してますよね。なので月曜日、ここからじりじりと上昇してきて、今ストキャスティクスも安値圏にありますので、これが高値圏に来たところ、そしてこの GMMA と接触するあたりっていうのは今度戻り売りポイントになってきますので、その辺をめどにトレードしていくのがいいのかなと。この短くトレードするのであれば、ここからの反発の上昇を取っていくっていうことも可能だと思いますので、5分足とか15分足で、この辺でダブルボトムとか逆三尊とか、そういった上昇のパターンが出てくれば、そこからの上昇を取っていく。ただ、基本的にはインジケーターが上位足かなり弱いので、まだまだ下落するとは考えますので、何か良い材料が出て大きく V 字回復でもしない限り、ここからまたこの高値を目指して上昇してくるっていうのは難しいと考えますので、基本は戻り売りで狙っていくのがいいと思ってます。で、
こういった GMMA と接触、ストキャスティクスが高値圏でのデッドクロス。前回のここもそうですよね。ストキャスティクス高値圏でのデッドクロスはここになってます。ここはちょっと急下落だったので難しいとは思いますけれども、次 GMMA と接触、そしてストキャスティクスが高値圏に来たところっていうのはエントリーポイント。そしてそこからの下落を取って、一旦はこの辺、この安値ですね、162円ぐらい。そしてその下は160円ぐらい。というところをめどに、トレードしていけるのがいいのかなと思ってます。それでは今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。